はい、今日は自民党総裁選第6弾です。9月の27日には投票が行われまして、新しい自民党総裁が決まる。つまり新しい総理大臣が決まるということなんですね。でもいろんなメディアが世論調査をやってますけれども、誰が勝つかっていうのは私もわからない。誰もわかんないと思います。で、今日はですね、どなたが勝つにしろ、勝った方はどういう課題に取り組まないといけないかということをお話をしたいと思います。ただその前にもう一遍おさらいをしておきたいと思います。まずこの総裁選の仕組みですけれども、国会議員票が368票、これ1人国会議員増えましたんで367から368になりました。で、同数の党員党友票があります。で、この736票を9人の候補者で争って過半数を取った人が当選する。しかし今ほぼ確実なのは、誰も1回で過半数は取れないだろうということなんです。したがって上位2社の決選投票になる。で、上位2社に誰がなるかも実はまだ私は分かんないと思ってます。そこで決選投票は国会議員票は368票なんですけども、都道府県47票、47都道府県の47票ですね。したがって、この415票の過半数を取った方が勝つということなんですけれども、国会議員票の重みが極めて重くなってるんですね。こういう仕組みが自民党の総裁選なんです。そして本当に誰が勝つか分かりませんというのは、いろんな調査を見たんですけども、直近の世論調査一つご紹介をいたします。これは9月の25日の読売新聞なんですね。濃い色は党員党友票、薄い色が国会議員票なんです。で、この結果を見ますと、石破、高市、小泉が3社がダントツなんで、この3人で、1回目はこの3人のうちの2人が残るだろうと。誰か3人のうちの2人が残って決選投票でやるだろうと。だから今から石破と高市の組み合わせだったらどうなるか、石破と小泉だったらどうなるか、高市と小泉だったらどうなるか。で、それで決選投票の票読みをやったりしているわけですね。ただですね、これ見たら分かりますけれども、2つ愛して、石破さんトップ、高市さん2番手、3番手小泉さんで、この順番は世論調査によって違います。というのは、これあくまで調査ですから、例えば国会議員票の動向、推薦人20人はですね、石破さんを推薦した20人は石破さんに入れるの決まってるんです。でも他の人誰が入れるか、私も現役の時に「そういう先生、今度の総裁選どなたに入れられますか?」ってマスコミが聞いてくる。で、その時はもうほぼ答えなくて「いやまだ決めてません」とかですね、もうわざとに嘘言ったりとかいうようなこともありましたから、これはあんまり信じてはならないと思います。そこで私が言いたいのは、この順番で石破、高市、小泉、小林、林、上川、茂木、河野、加藤という順番を読売新聞の9月25日の朝刊は調査結果として出してます。しかしその読売新聞でも決めてない人がまだ103票あるわけです。だから例えばですね、第1回投票の時に、これ全くの仮定ですけど、この103人が例えば全員小林さんに乗ったとすると167になりますから、この人決選投票だって残るわけですよ。だからその第1回目でこの3人のうちの2人が絶対にっていうのは私は言えない。この票がどこに動くかで、この決選投票に残る2人も変わってくる可能性があると思うんですね。ですから今日は9月の25日ですけれども、今の段階でどなたがなると思いますか、鈴江さんと聞かれれば分かりませんと言うしかないと思うんです。そこで
こういうことを念頭に置いた上でですね、どなたが総理、になろうともですね、やっぱり次の内閣総理大臣っていうのは重い仕事が待ってるなという気がするんですね。で、私なりにどういう仕事が待ってるかっていうことを申し上げたいと思います。まずですね、不祥事が続きましたから、この自民党的に言うとですね、総選挙をやって勝たないといけない。だから次の総理総裁はですね、選挙に勝てる顔じゃないとダメなんですね。だから絶対選挙に勝たないと政権を失う危険性ありますから、選挙に勝つ、特に選挙に弱い議員にとってみると、いやあの人が総理の方が俺は受かるなっていう心理が働くんで、それも不安定要因なんです。だからもう国民から見ると、総選挙なんてどうでもいいじゃないかと思うかもしれませんですけど、やっぱり国の命運、次の政権決めるわけですから、総選挙ということがあって、そのことを念頭に置いて国会議員たち、そしてまた党員党友は投票するだろうと思います。それから2番目ですけどね、やっぱり経済ですよ。このアベノミクス以来の舵取りがいいのかどうなのかはちょっと置いといても、新型コロナが来た、ウクライナ戦争が来た、また中東のガザの戦闘をやってる、こういうことが全部重なって円安になる。非常に経済苦しくなった。物価が上がった。賃金の上がり方よりも物価の上がり方のが激しいというような状況になって、国民は生活に困ってる。そして日本経済が地盤沈下してる。どんどん弱くなっている。もうアメリカが GDP でトップ、2位が中国、もう3位がドイツ、今4位ですけど、相場インドに抜かれて、インドが4位、5位が日本になると。何が起こったんだろうと。やっぱり日本の経済力を上げないといけないと。それから3番目ですけど、やっぱ外交もしっかりしてもらわないといけないんですね。日米関係、これ基軸ですけど、例えばロシアとの関係どうするのかということで、これからウクライナ停戦というようなことがあった時に、どういうふうに日本が関わっていくのか。それから中東、私がここで自主外交って書いたのは、例えばイランに対して日本は非常に立場的に強いんですね。やっぱりイスラム圏の中東はキリスト教圏の欧米諸国にもうやられっぱなしだって感じがある。で、私たちはその欧米キリスト教圏とは違いますから、やっぱりイランとは一定のこのいい関係を保ってきた。だから中東と欧米との橋渡しっていうのは日本に不可能じゃないんですね。そういう意味でもう少し自主的な外交をやる必要がある。それから中国、深センで日本人の児童が、日本人学校に通う児童がですね、殺されるっていうようなことが起こる。で、同じような事件が日本人学校のこの親子が刺される。で、それを阻止しようとした中国人の女性が亡くなって、こういうことが続いちゃいけません。そしてそれに対して中国当局がきちんと背景の説明をしてない。厄介な大国中国とこれからどう付き合っていくのかということも非常に必要だというふうに思ってます。ですから外交力がなければこれから日本はやっていけないんですね。そういう意味で誰が外交力を持ってるか、そして先ほど言った誰が経済再生能力を持ってるか、これを自民党員、党友、国会議員の皆さんしっかりと見極めていただきたいと。そしてそういうことがやれる人が必要です。それが次の課題になる。そしていよいよ4番目です。11月にはアメリカ大統領選挙がある。ハリスさんとトランプさん、今のところハリスさんがちょっと優位なんですけども、あと40日あります。まだ分かりません。これは自民党総裁選と同じでどっちが勝つって言えないと思いますよ。だからハリスさんが勝った場合、トランプさんが勝った場合、特にトランプさんが勝った場合に相当世界は大きく動いていくんです。
その時にトランプさんと正々堂々とやり合うことができるか、習近平さんとやり合うことができるか、そしてプーチン大統領とやり合うことができるか、こういう能力も要求されているわけです。こういう重い課題を背負って次の総理大臣は国政に向かわないといけない。そういう意味でしっかりとした首相になっていただきたいと思います。